胆振東部地震から明日で丸7年ですよね。で100円ショップのあるものを使うか使わないかで、被害の程度っていうのも大きく変わるっていうですね、最新の防災対策をここでお伝えします。でこの後津波に関するあくまでもこれイメージ映像ではあるんですが、これが出てきますので、その点を認識した上でご覧ください。こちらは広い範囲で液状化現象が起きています。北海道を襲った最大震度7の巨大地震から7年。そして今年7月には北海道太平洋沿岸に津波警報です。カムチャツカ半島沖地震、道内に津波警報が出されたのは東日本大震災以来実に14年ぶりでした。今後の地震の危険性について専門家も警鐘を鳴らします。北海道の太平洋側では超巨大な地震の発生が切迫している状態が続いているというふうに考えられています。こちらは道東の厚岸町が作った津波の CG です。このような超巨大地震の切迫とは一体どういうことなんでしょうか。地震を起こすためのエネルギーがですね、もう満タンに貯められている、そういうような状態だと。その日は明日でも不思議ではないんです。また太平洋側だけではなく大都市札幌も例外ではありません。そこで今回は迫り来る超巨大地震の最前線を徹底取材しました。違うんですよ。実は今までの認識は間違っているかもしれません。震災現場で活動するプロが驚きの新常識と100均グッズでできる防災対策を大公開。北海道に迫る超巨大地震から命を守るためには、電柱が倒れ家にめり込んでしまっています。そしてこちら側の大きな建物なんですけれども、1階部分が崩れてしまって斜めになっています。こちらは東京にある防災体験施設です。信号機が落ちているなどかなりリアルに再現されてるんですよね。こういう施設があるんですね。この場所は東京で起きるとされている首都直下型地震の被害を想定した施設です。ただこういった被害は北海道の札幌でも起きる可能性があるということなんです。震度7の巨大地震で被災した街を体感できる備えエリア東京。この中にはコンビニエンスストアも再現されていまして、このように震度7だとなるそうなんですね。それだけの揺れですからね。さらにタブレットでクイズに答えながら防災を学ぶんですが、こちらは液状化現象でマンホールが地表に飛び出してくる CG です。実際液状化現象になるとこういった自転車などももちろん立っていることは難しくなるんです。7年前の北海道胆振東部地震でも液状化現象は起こりました。札幌の里塚地区では2メートルを超える地盤沈下が起き、甚大な被害がありました。なかなか抜け出すことも人は難しいです。こんな光景正直言って初めて見たんですよ。さらに施設の奥へ進んでいくと、こちらは家のリビングですけれども、物が散乱していますが家具を固定しているということで、確かにピタッと家具は壁に張り付いたままとなっていますね。ただ今度このお隣の部屋なんですが、こちらは家具を固定していない部屋を再現しています。もう悲惨な状況ですね。棚がもう四方八方から覆いかぶさるように倒れてきてしまっていますので、中に人がいたらこれひとたまりもありませんね。そして扉に注目をしたいんですが、奥の扉の手前側にもこれ冷蔵庫でしょうか、物が倒れていますが塞がってしまっているんですね。これだともう外に逃げることはできません。閉じ込められてしまいますね。いかに対策が必要かということになりますが、そこでどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。東日本大震災や熊本地震などで医療支援をしてきた防災のプロ中のプロと言ってもいいかもしれません、辻井直美さん。今年最強防災マニュアルという本を監修。ご自身も1995年の阪神・淡路大震災の時には家が全壊してしまっているということなんです。そういった経験を生かした最強の家があるんです。辻さん、こちらが最強の家だと。もうやっと納得の最強の家ができました。
何が最強なんですか？これねちゃんとインテリアと共存してるけど、いざっていう時には大丈夫っていうちゃんと実証を持ったところでやってるので、見えないけど防災の家なんですよ。実は辻さんは7年前に最大震度6弱を観測した大阪の地震の時も被災しているんですが、地震の後のこれ写真なんです。これ地震のこれ後です。地震前じゃない6弱の後です。全く倒れてない何も被害がないじゃないですか。もう普通の時でも同じマンションの違う部屋だとこんな感じになっている方もいらっしゃったそうなんですね。対策の違いってことですか。まさにそうです。こちらの家の方は骨折する大怪我を負ってしまったということなんです。この状況じゃ確かに怪我もしちゃいますよね。同じエリア同じマンションでこれだけの違いがあります。ではどうやったらいいのか、実はここで登場するのが100均。はい。ここね入り口があっち玄関からありますね。来るんですけれども、はい何かあった時に玄関に逃げれるようにちょっと動線を確保してます。ここが動線ですね。外にすぐに逃げられるような動線が確保されています。そうです。確かに地震が起きた時ははい。物が倒れたりとか、はいぐちゃぐちゃになったりして動線がなくなるっていうのが鉄則ですよね。そうですよね。なのでこれね物倒れないこといっぱいやってるんですよ。は例えばですね、ジェルマットとかを敷いてこれが、ね、落ちてこないように、これも下に全部滑り止めシートを引いてるんですね。へなので少々揺らしても大丈夫。本当だ。倒れてこないです倒れてね。こないようにしてます。活躍する100均グッズがまずジェル状の粘着マット、さらにはこれカーペット用なんですが滑り止めシート。別に防災に使う目的じゃなかったんですね。そうなんです。それ2つを掛け合わせるとこれがすごい効果があるんだというお話をされていたので、ちょっと我々実験をしてみました。札幌市の札幌市民防災センター、ここで震度7の揺れを体験することができるので、行ったことがあるという方もいらっしゃるかもしれませんが、今回特別に物を置かせていただきました。左側は対策なし、右側がマットと滑り止めシートを引った対策ありです。それでは震度7どうなるんでしょうか。揺れ始めました。そして左側ですが、怒っちゃうよこれ。揺れによって机の隅まで来ました。落ちてしまいました。そうなるわね。一方で右の方です。どれだけ揺れても机と一緒に動いていることが分かりますね。中のハサミとかは動くけれども。はい、100均グッズの効果は絶大です。福永さん、やっぱりこういったものが落ちてしまうと、いざ逃げるときに怪我をしてしまうということになりますね。だから動線も確保できないしってことですよね。まさにそうなんです。さらにテレビにも貼ってみていました。これ敷いてないと当然倒れてきますよね。ああ、でもこれ全然全然ね倒れないんですよ。大丈夫ですね。はい、私阪神淡路大震災の時に知ってるかな、テレビデオってテレビとビデオが一体化したね、すごい重たいテレビがあったんですよ。あれがベッドの 1.2 メートル先に置いてて、それが飛んできて私の顔に当たって骨折したんです。テレビが飛んできた。そう、しかも14キロが飛ぶってことは、こんな薄型テレビは絶対飛んでくるし落ちますよね。なのでテレビは絶対守るっていうのが大事。なんか勝手なイメージですけど、地震では物が落ちるだとか、はい、倒れるっていうのは分かるんですけど、飛ぶっていうこと飛ぶんですよ。いろんなもの飛んできますよ、本当に。ちょっと驚きですよね。飛ぶっていうことがあるんです、ね。テレビデオって相当重量ありましたからね。そうですよね。さらにもう一つ、これ100均グッズの家具の転倒を防ぐ安全板というものなんですが、これ下にはめますと、ちょっとこう斜めに傾いて角度がついているのが画面を通して分かりますでしょうか。ちょっと隙間ができてますよね。ちょうどこう家具が壁にもたれかかるようになって前にこう落ちてきにくくなるそうなんです。そしてもう一つこんな工夫をしていました。天井と家具の隙間は本で埋めるそうです。本で埋めるんです。ご紹介した対策はごく一部なんですが、やはり玄関までの避難の動線で物が落ちない、倒れない対策をすることが大切だそうです。家の中で一番危ない場所っていうのはどこなんでしょうか。キッチンです。キッチン、台所。キッチンは確かにグラスなどもありますし、割れ物は多いですね。割れ物も多いし、火も使いますしね。こちらのキッチンですけれども実証済みだそうなんです。これ7年前の大阪北部地震の写真ですが、これ被災した辻さんの家は調味料が4本倒れただけだそうなんですね。ただ先ほども出てきましたが、マンションの近くの部屋の方はこんな風になってしまったということなんです。こうなってたら後片付け、いやそうでしょう。これ60万円復旧の費用がかかったそうなんです。
一方で対策をしていた辻さんは家の中で避難生活をしたそうなんですが、すぐにやはり調理ができたということですね。この状況だったら確かに家の中で避難できますもんね。でここで活躍しているのもこれ100均グッズなんですね。100円ショップでいろんなものを使えるんですね。でここにもいっぱいね100均グッズを駆使してですね、物が飛び出てこないようにしてます。なんか私普通のキッチンとちょっと違うなと思ったところがありまして、何ですか？この戸棚についているこのなんですか、専用の。これ専用じゃないんですけどね、これ赤ちゃんのいたずら防止のキャビネットロックです。赤ちゃん用のものなんですか。そうです。これもまた防災用ではないんだけれどもっていうものなんですよね。開かないようにするってことですね。はい、いたずら防止のキャビネットロック、粘着テープで簡単に貼れまして、そして開けるのもワンタッチで開いちゃうんですよね。今みたいに簡単にできるんですね。はい、さらにもう一つ同じ目的で作られたこれ冷蔵庫の引き出しロックというものがあるんですが、これも活躍するそうなんです。冷蔵庫の中も見させていただいたんですが、調味料などもカゴの中に入れられていまして、そしてこのカゴを取り出すと中にはこれ例の滑り止めシートが出てくるということで、これもだから100円ショップなんですね。100円ショップで揃うそうなんですよね。復旧しやすいためにもこういうことはやっといてください。続いては正しいと思っている常識がまさかの落とし穴に。あ、違うんですよ。地震が来たら手で頭を守る、揺れたらすぐに火を消す、これは間違い？命を守る驚きの新常識に迫ります。防災対策、命を守る新常識。福永さん、今まで当たり前だと思ってたことにもし落とし穴があったって言ったらちょっとびっくりします。だってもう自分の体の中に染みついてるものを今更そんななんか間違いがあるんですか？まず料理中に大きな地震が起きたら皆さんはどうしますかという質問です。夕飯の準備中に台所で急に地震が来た時にまず何をしますか？火を消します。火を消します。いかがですか？うちもそうですね。まず火を止めて窓を開けます。火を消す。なんか包丁とかちょっと遠ざけたり止めます。火を止める。実はそれって間違いなんです。あ、間違いなんですか？あ、そうなんですね。間違いなの？火を止めるのはこれ間違いだそうなんです。これなぜかというと、震度5相当以上の地震が発生した場合はガスメーターの安全装置が働き自動でガスを停止します。どういうことかと言いますと、これ実験装置なんですけれども、右がガス管を再現していてガスが通っているとボールが上に上がっている状態なんですね。でこの機械を揺らしてみると見てください、これボールが下がりましたよね。ガスが自動的にこれ止まったという証なんですね。震度5相当以上だとガスが自動的に止まる仕組みになっています。大部分の都市ガスやプロパンガスは自動で止まります。ですから慌てて火を止めようとすると逆に油や熱湯がかぶってしまう、自分にかかってしまう危険性があるということなので、もう火から離れることが大切だそうです。もう一つは包丁をしまうっていう話がありました。包丁しまう。しまってる間に大変なことになるからシンクの中に置いてください。これ菜箸や包丁はここに置いてあったらどうなるんですか？飛んできます。刺さります。実際に東日本で刺さって亡くなった方もたくさんいるので、シンクの中に全部入れてください。そしたら飛んでこないからちょっとでも高さがあるので。そしてすぐに離れる。はい、そうです。驚きですよね。続いて大きな地震が起きたら皆さん体のどこを守りますか？どこを守りますか？頭。もうそれはそうでしょ。皆さん真っ先にやはり頭ですよね。これ手を頭に当ててらっしゃるんですが、これだけだと実は三角なんです。三角。もう一つ守らなければいけない場所があるんですね。それはどこだと思いますか？心臓。背中かな？胴体、お腹とかですかね。上半身。首ですか？それはなぜでしょう？なんでですか？本能ですか？なんでですかね？頭も大切ですが、他に致命的な急所というものがあるそうなんですね。数々の災害現場で活動する防災のプロの答えは？違うんですよ。守るのは頭じゃなくって円髄なんです。首の後ろ。円髄ってごめんなさい。ここ首の後ろ。もう本当我々
首ってイメージしてここですね。ここです。そこを守っていただかなきゃ危ないんですね。頭を守るっていうのが鉄則だと思ってました。頭守っても首のところにすごく大事な血管とか神経とか通ってるんで、ここやられたら体動かなくなっちゃいます。頭を守りながら首も守る、その名もお団子ポーズと言います。両手の手のひらを上向きにして重ねます。それを首の後ろに当てて、あとはおへそを見るような感じで体を丸くします。そうすると頭だけではなくて急所となる首、さらにこの形なのでお腹も守ってくれるということで、お団子のように丸いのでお団子ポーズというそうです。頭は下を向くので頭に物が落ちてくることはなく、で上を向いているのが首で、ここが柔らかいのでここに両手を当てるようなイメージ。このポーズを覚えておけば安心。はい、OK です。さらに地震だけではありません。先月東北の豊富町は記録的な豪雨に見舞われました。実は札幌も9月は年間で最も降水量が多く大雨になりやすい時期。豊富町の避難所を取材しましたけれども、皆さん気の身気のままでいらっしゃって、着替えがないとか食料がないという方もたくさんいらっしゃいました。そこで気になるのが市町村の物資の備蓄状況です。札幌市中央区のこちらの施設は、もしもの時に私たちを助けてくれるという巨大備蓄倉庫だというんですね。行ってみましょう。もともと小学校だった体育館なんですが、福永さん、村雨さん、私はこの光景を見て驚きました。中はどうなってるんですか？いや、どうぞお願いします。うわ、これ全部備蓄品ですか？はい、ものすごい量ですね。段ボールだらけ。ほとんど床が見えないですよ。もう渦高く積み上げられてるって感じ。はい、札幌市内には307カ所帰還避難所があるんですけれども、その帰還避難所ごとに物資は用意してあります。本当に近くで見てものすごい量ですね。食料だけじゃなくておむつもあったり、そうですね。野菜ジュース、ものすごい量です。避難している最中は野菜不足に陥りがちですが、温めなくてもそのまま食べられる豚汁もありました。そして福永さん、乾パンっていうとちょっと乾パン硬くてね、硬いイメージありますけど、水分全部持ってかれる。最近こんなものが出てるんです。これふわっとしたパンですね。その柔らかいのがそうなんです。しかも道産小麦を使っているということなんで、美味しいんじゃないの？そうしたらすごく美味しそうですね。他にも簡易ベッドや寝袋、そしてストーブなどの防寒具、さらに水を使わずに歯磨きできる液体歯磨きなど、札幌市にはこういった巨大な備蓄倉庫がここだけではなくて、清田区にもあって2カ所あるそうなんですね。もちろん各ご家庭での備えも忘れてはいけません。辻さんが考えるこういった備えというのはどういうところなんですか？備え、まず防災は被災ゼロを目指すものじゃないと思ってます。早く日常に戻るためにちょっとでも災害を減らす努力、何かあった時にも復旧しやすいお家っていうのを目指してほしいと思います。こちらの辻さんの家を取材していても思いましたが、特殊な装備とか高価なグッズを揃えてるわけではなくて、100円で揃うようなそんなものをたくさんうまく利用している、活用しているっていうことでしたね。それもさっき言いましたけど、その防災用のものじゃなくてね、普通に100円ショップで別の用途のものをこうやってうまく使えばいいって教えてもらうと、なるほどやってみたくなるってことですよね。そのために準備しようと思うとハードルは高いですけれども、次に100円ショップに行った時についでに一緒に見てみれば、それが防災になるっていうことですよね。まさにその通りですね。そしてお団子ポーズという首を守るポーズもお伝えをしましたけれども、実はですね、このお団子ポーズ、先日室蘭市の小学校の皆さんともやってきました。室蘭市立海洋小学校で、私たちがお邪魔しました。私北本と武井愛のアナウンサーで防災出前授業をしてきました。元気いっぱいのお子さんたちで、授業はとても明るい雰囲気だったんですが、皆さん前のめりで聞いてくださいました。そしてお団子ポーズですが、こんな感じで皆さんしっかりと頭を下げて手で首を守っていましたね。
お子さんたちとお話をしていると皆さん何かあった時はまずは自分の身は自分で守るっていうなんかそんな覚悟を皆さん持ってらっしゃるような感じだったので、なんかそんな皆さんのことを私たちも見習わないとなというふうに思いました。一生懸命取り組んでくれました。STV では今後も全道各地にこの明るく楽しい防災出前授業、アナウンサーとどさんこくんとともに、巡ってまいりたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。防災の新常識というのも教えてもらいましたけど、備蓄って食料とか水だけじゃなくて知識もちゃんと備蓄しておかないといざという時に体が動きませんよっていうね、知識の備蓄も大事ですね。